連休住職三木田祐です。本日はですね、またゲスト会ということですごい方にお越しいただいております。吉勝さんです。正雄さん。いや、いいんじゃないですか。いや、ルーって言ったらあかんなと思う頭が正雄さん。どうも、吉井正雄の階段を浴びる会代表、吉井正雄です。お願いします。ルじゃないですよ。めちゃくちゃ後で怒られると思います。怒られないです。よく言われますから。もう間違ったらダメっていうのが出過ぎました。いや、他の人は、増井義雄さんとか、いろいろ間違う人いっぱいいるんですよ。そうですか。吉井正雄です。お願いします。よろしくお願いいたします。いや、今回ね。コラボで、はい。同日同時刻コラボで。もうめちゃくちゃ嬉しいです、もう。いや、わざわざ、ここに撮らしてくれと。はい。ここの連休寺さんで、撮らせていただきたいって言ったら、ちょっと時間を空けていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、実は連休寺が看板が新しく、今、立つんですよ。ピッカピカでしたね。ピカピカの、車のボディの色を塗ってもらって、その上にレタリングって言って、バイクの、なんていうんですかね、タンクとかに絵を描くプロの方がいて、その方がもう全部フリーハンドで描いてくださって、周りのデザインを。そんなんってあるんですか他で。ないんですよ。いやいや。もうなんか、車のボディを看板にしたいというのがあって。いや、だって、それこそね、天井もすごいピッカピカなね。そうなんですよ。この天井が、漆塗りでできてまして、もう本当に数センチ角でずーっと上向きながら職人さんが、ちなみに世界最大です、ここが。あ、最大？そうなんです。で、仏様が上に映り込んで、ほんまやわ。で、これ、そういうわざと映り込むように、下の世界が上に映り込んで、上の世界が下の現実になっていくっていう意味合いで。そうなんですよ。なんか、はい。こういう仏さんの前で、話す話として、今日何本も持ってきてるんですけども。ありがとうございます。一本、自分の動画にもしてなくて、もちろん僕本出すんですけども、本にも書いてなくて、でライブでも喋ってない話があって、そんなお話をこのチャンネル。それがですね、ちょっとミキさんにも相談したいなっていう本当ですか。お話なんですけども、まずですね、この本番前に、後付けやろってミキさんのこと言う方はいらっしゃらないと思うんですけども、後付けでも何でもなく、本番前にチラッと言われた一言があるんです。それが、今から話す話と結構リンクしてて。ああ、そうですか。すごって思って。これ、一回ですね、公開収録ライブで、チラッと喋ってしまったんですね。だから初出しって言っても、この公開収録140人ぐらいの前で、ポロッとちょっとだけ喋っちゃったんですよ。で、もちろん全カットして。で、来た人も、これはもう忘れてくださいみたいな感じだったんですけども、島田秀平さんの前で、ちょっとこれはこのタイミングで言わなあかんなと思って喋った話なんですけども、そのライブが12月の28の夜にあったんですね。で、そんな時に、自分の子供の話をお互いしてたんですよ。なんか、霊感みたいなもんあるんかなみたいなのを島田さんのお子さんに対して、思うことがあると。島田さんご自身は。なるほど。子供って結構そういうのないですかみたいな話をしてて、うちもそうなんですって。で、うちの娘っていうのは双子なんですよね。で、もう小学校3年生で9歳になるんですけども、下の子の方が、変な夢見るんですよ。その夢っていうのが、僕の父。会ったことないはずなんですけど。そうなんですか。だいたい保育園の時ぐらいですかね。3歳、4歳ぐらいの時から同じ夢を見ると。で、あるおじちゃんと、お医者さんごっこするんだよ。で、その人が、パパのこと正雄って言ってたの。その瞬間に、それあれやで、おじいちゃんやで、もう死んでるけど、だと思ったよ。メガネかけてるよね。正直、写真もじっくり見せたことないですし、あんまり喋ったこともないんですけど、事細かに会ったこともない僕の
父親の話をするんですよ。なんで知ってんのそんな。いや、夢の中でね、お医者さんごっこするんだけど、いろいろ教えてくれんの。例えば、正雄って、むちゃくちゃ喧嘩っ早いんだよ。で、その喧嘩っ早いんだよっていうのも、もともと関西弁の人が無理やり標準語を使ってる感じっていうニュアンスのことを言ってくるんですよ。へったくそな言葉で、正雄はね、ものすごい喧嘩っ早いんだよ。でもね、〇〇と〇〇、僕の娘ですね。〇〇と〇〇が生まれてから優しくなったんだよ。ありがとねって言うんですよ。なんかそれも、なんか想像つくなっていう感じなんですよ、ね。なるほど。で、この夢を見るのが、12月28から29にかけての夜なんですよ。はいはい。で、父親の命日なんですよ。はあ。で、この話を島田さんとのライブ、12月28日にやろうって思ったのも、全然決めてなくて、流れでその話になって、あ、そういえばこういう話あって、あ、今日の夜ですわ、みたいな話をしてたんですよ。プラス、すいませんね、まとまってなくて。うちの父親っていうのが、医療ミスで亡くなってるんですよ。はあ。で、お医者さんごっこをするんですけど、お医者さんごっこをしながら、なんか知らんけど、僕の話になるんですって。で、はい、手術出来上がりっつって夢が覚めると。6回、7回、娘は父親と、僕の父親と夢で会ってて、で、夢の中で僕の成長を喜んでる感じで、昔はこういう子だったんだよっていうのを下の子に言ってる。これって何なんですかっていうのをお聞きしたくて。何なんですかこれ。いや、実は、今日お会いして、ちょっと隣の部屋でご休憩いただいてた時に、お父様が今すっごく守ってられるっていうふうに思ったんで、そうなんですよね。実はちょっとその話させていただいたんですけど。すごいっすよね。で、ただですね、実は私が、昔はよく、予約で来られた方、霊視というか、ちょっとこう思いますっていうふうなことを言ってたんですけど、実は今それ全くしないように今してまして。そうですよね。だからこれ見て、私も見てくださいっていうのはちょっと難しくて、動画のために今言っていただいてるんですよね。そうですね。で、たまたまちょっとこう、吉井さんとのあれがあったんでお話しさせていただいたんですけど、基本的にはちょっとまず、ごめんなさい。私の方も長くなってすいません。もちろん。まず、なぜそれをしなくなったかっていうと、見えたものを言うっていうことは、一つ私のフィルター通ってるっていうので、100% 純粋にものが伝えられるかっていう自信が一つないのと、もう一つは、偽物というと、ちょっと言い方悪いですけど、スピリチュアルな方々が、三木大雲さんがこう言ってたとかって言って、ちょっと詐欺事件がいくつか実は過去にあって。いやー、最悪。そうです。だからもうあまり実はお話しないんですけど、昔はこういう話をよくテレビでもしてて、そうなんですね。とある、こう、テレビに出てられる方の、こうですよねって言ったら、マネージャーさんが、それ全カットでお願いします。もう、それちょっと言えないんでとかっていうこともあったり。もうぶち当てちゃったんですね。そうなんです。だからあまり実はね、そういうのやらないんですけど。すいません、ちょっとそんな話しちゃって。今日ちょっとたまたまね、そのお話になったんであれなんですが、お父様が多分、吉井さんに対して、ちょっと後悔をしてはる。引っかかりを持ってられて、その引っかかりっていうのが多分申し訳ないことをしたなっていう。で、私が先ほど、吉井さん、お父さん大切になさったらいいですよっていうお話したんですけど、その時に、吉井さんが本意でないかもしれませんけどって私、前置きしたのは実はそういう意味があって。すごいです、これ。あ、そうですか。全部は、やっぱりプライベートな、ことなので言えないですけども、本当に、関係は後悔してる部分はむちゃくちゃあるんですけど、その分だから隙見てお墓参り行って、ピッカピカに墓磨いたりとか、それこそ命日の日とかには
もちろん、うちの氏神さんのところ行ったりとか、行けない日は。で、毎日手も合わせてますし、で、父親の誕生日の日には、父親が好きだった花と飲み物は、ちゃんと家に置いてますし、で、それができるようになったんが、娘生まれてからなんですよね。なるほどね。亡くなって、ちょうど10年ですね。10年間は一切してこなかった。なるほど。で、そのお父様がそうちょっと後悔されてることを今になって吉井さんがなんとなく気持ちが分かってきはったんだと思います。分かるんですよね。で、なのでそれをめちゃくちゃ伝えたいんですけど、今これ多分お話ししたので、もしかするともう娘さん夢見られないかもしれません。それを伝えられる年までお父さんは多分夢に出続けようと思ってられたんだと思うんですよ。すごっ。だからなんかその必要性ですよね。確かに。でも子供が生まれないと親の気持ちが分からんというか、親って叱んのめっちゃしんどいじゃないですか。で子供は怒られんの嫌やって言うけど、いや叱ってる側の方がむっちゃ後悔するし、そうですね。うわ昨日あんなこと言うてもうたとか、1週間前あんなこと言うてもうたで胸痛くなったりするじゃないですか。なりますね。それを僕は結構長かったんで、僕にはむっちゃ厳しかったんで。なるほど。だからいわゆる心配が行き過ぎてこう叱っちゃってたみたいなところがあって、だから自分でも毎晩なんで怒ったんやろ、こうなんでこんなこと言うたんやろっていうのがずっとあるままお亡くなりになられたんだと思いますね。その引っかかりがずっとあって。でももう今日で解決です。もうで特にちょっともう一つだけ、すいません。梨とかこの果物類がちょっと多分お好きで、そういうお供え物があれば一番嬉しいなっていう。すごいっすよ。マジで。その言ったら花、食べ物飲み物、梨ですよ。そうですか。じゃあちょうど。すごいな。で、あとは麹菌って言って、お線香とかお焼香っていうのは煙を食べられるんですよ、亡くなられた方って。あれって言ったらなんて言うんですか、匂いを食べてるっていう僕イメージあったんですけど、香りなんですけどね。煙もなんですか？そうです。で、あれを木っていう風にお経には出てきたりするんですけど、香りを食べられるので、だから煙の少ないお線香とか匂いの少ないお線香はあまり実は意味がなくて。勉強なる。だからお焼香しますよね。法事とかお葬式とかで。あれもよくよく考えたらなんであんなことしてんやろうってあれ実は亡くなった方に食べてくださいっていう意味で。で、大切なのが、あげられるときに、お父さんどうぞって言わないと、霊が遠慮するんです。お供え物もそうなんですけど、もうこれもお経に書いてありまして、もうお供えするときにこれはあなたのですよ。だからもう存分に食べてくださいっていうふうに言わないと食べてくださらないんですよ。僕の場合はお墓さんに父と母がもう入ってるんですよね、若い頃から。で、父用と母用の飲み物と果物とお花を毎回墓参り行くときに置いてるんですけども、それはじゃあ母用と父用で声掛けした方がいいですか？そうです、そうです。いや、めっちゃでもね、今日、父の話するやろなって思ったのが、亡くなる原因になった。もうその時から体調を崩した病気があるんですよ。脳梗塞、強めの脳梗塞になったんですけど、ここむっちゃ近い病院です。入院してた。そうなんですか。で、その時からもう、この話はもうちょっと取れ高なるか分からんけど、初めて人に相談したいなと思ったのがミキさんやったんですよ。そうですか。でもすごいなんか心救われました。よかった。今で亡くなられる直前の話も少ししていいです。大丈夫ですかね。ちょっとあんまりこう霊的な話になるあれですけど、亡くなられる直前にはすでに亡くなってられました。亡くなられる最後苦しんだりわーってされてるのは記憶にないです。
うわよかった。もうその前に上から見てたみたいで。そうなので苦しむ前というか、なんかわーっとなってられる時にはもう意識飛んでて。うわで、冷静に、こうやって人間、体離れてもしばらく生命体が動くんだぐらいの感情で見てられたんで、全然苦しんでもおられないみたいです。むっちゃきつかったんですよ。そうですか。人生でもうこれを超えることはないトラウマになる場面やったんですよ。心臓マッサージしてて、血がもう吹き出ててみたいな。無理やり僕入っていって見ちゃったからあれなんですけど、で、もうやめてくださいっつって止めて、それやめたらもうなくなるんで、なくなる合図出してもうたとは僕は思ったんですよね。でもめっちゃしんどそうやったんで、一番の突っかかりのとこでした。それ。なるほど。それはもう問題ないみたいです。すいません。長くなってます今。僕ら言ってますですか。いや、こっから、いや、実は僕、階段喋りたかったんですけど、これどうしましょうか。こっから階段喋ったら長いですかね。そうです。一旦切らしていただきましょうか。ちょっと締める前にいいですか。ミキさん。吉間さんの階段を浴びる会、全国ツアーするんですけど。おめでとうございます。出てください。いいんですか。もうぜひぜひ。お願いします。ぜひぜひ。1回と言わず、2回3回。本当ですか。嬉しい。6都市9公演ですかね。そうですか。北は北海道、南は沖縄、福岡、名古屋、大阪、東京で、東京の最後が、LINE キューブで2000キャパぐらいのところなんですけども、ちょっと、お時間合うところ、何かしら出ていただけたら。今多分私が、土日が年内全部埋まっちゃってて。嘘。土日がほぼ埋まってるんですけど、ちょっと事務所と、なんとか相談しよう。土日以外のところでハマるところがあれば、ぜひ。いいですか。ぜひぜひです。うわー、これ嬉しい。いや、私の方が嬉しい。ありがとうございます。どこに出るかちょっとお楽しみに。そうですね。はい。ということで本日は吉井さんとのコラボさせていただいて、まだあるんですよね。はい、ちょっと、引き続き。もう何本かちょっと喋らせてもらって。ありがとうございます。またじゃあ次回もまた吉井さんとのコラボをさせていただこうと思いますので、本日はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。